はい、今回は、リクエストいただきました、こんな感じの、CC ページターンを使った、本のページめくりアニメーションの作り方を解説していきます。まず、新規コンポジションを作成します。カット01で 720p のコンポジションを作成します。そして次にもう一つコンポジションを作成します。新規コンポジションで、本のページのコンポジションですね。P01 としておきます。ページ1ですね。で、サイズは、ざっくり4対3で 1200×1600 ぐらいで作っておきます。そして、新規平面を引いておき、わかりやすいようにテキストで P1 と入れておきます。で、この P1 のコンポをカット01に配置します。で、背景も1枚引いておきます。新規平面で白の背景ですね。BG01 としておきます。そしてページをまず右半分に配置しておく感じですね。こんな感じで置いておきます。ではまず基本的なページめくりアニメーションを作っていきます。P1 を Ctrl+D で複製しておきます。で、上の方のコンポジションにエフェクト、ディストーション、CC ページターンを適用します。で、わかりやすいようにちょっと下の方は色を変えておきます。色相サイドで、こんな感じですね。で、上のページをめくっていきます。まず、コントロールをボトムライトコーナーですね。で、ページが閉じた状態に設定しておきます。で、この閉じた状態のスタート位置でキーフレームを打っておきます。ポジションですね。そして、1秒後にページが開くように開いていきます。こんな感じですね。で、隙間は微調整していきます。こんな感じですね。すると、こんな感じのアニメーションになります。で、このままでは少し硬いので、真ん中あたりで、少し上に持ち上げるような動きも付け加えてやります。こんな感じですね。さらに、めくり具合も調節していきます。曲がり具合ですね。レイディアスのキーフレームを打っておきます。そして、曲げたあたりで値を上げてやります。曲がり具合ですね。そして、開き切るところでまた最初の数値に戻してやります。50ですね。50、187の50。こんな感じかな。で、見てみると、こんな感じですね。で、オパシティは 100% にしておきます。こんな感じですね。これで1ページ目の動きが作成できましたので、次に2ページ目の動きを作っていきます。さらにこの2つ目のコンポジションを Ctrl+D で複製します。で、
また分かりやすいように下の方は色を変えておきます。で、この2つ目のコンポジションに1つ目のコンポジションを設定した CC ページ単ですね。こちらをコピーします。編集、コピー。で、2つ目のコンポジションに貼り付けます。ペーストですね。すると、同じ動きが設定されます。で、この状態ですと、レイヤーの順番的に、このめくれた時に下に入ってしまうんですね。絵的におかしくなってくるので、ここで全て 3D のチェックを入れます。で、1ですね。2枚目の1をめくると同時に、マイナス1方向、手前ですね、に移動してやります。すると、ちょっとわかりにくいですが、背景を色にしましょう。こんな感じで、上に乗るようになります。このスタートの時は、奥行きですね、10なんですが、めくると同時に、マイナス1、手前に来ることで、1枚目のページより上に来ることができます。こんな感じですね。そしてさらにもう1枚めくっていきます。3枚目をコントロール D で複製。で、この2枚目ですね。のエフェクトをコピー。そして、コントロール V でペースト。すると同じ動きが設定されます。ちょっとページめくる間隔が、時間がバラバラなので、10コマ後に次のページをめくる。さらに10コマ後にめくる。そしてさらに1ですね。キーフレームを打ちます。で、先ほどのレイヤーのポジションがマイナス1になっているので、次のレイヤーはもう一つをマイナス2手前にしてやります。すると、さらにちょっと色を変えます。めくったレイヤーが上に来るようになります。こんな感じですね。1枚目は1が、Z 方向は0。で、2枚目がマイナス1。3枚目がマイナス2と手前に来るようになっています。こんな感じですね。これで基本的なページめくりのアニメーションは設定できましたので、次にそれぞれのページを設定していきます。プロジェクトパネルの P1 のコンポジションをコントロール D で複製していきます。コントロール D、コントロール 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 D と。これでページ1からページ7のコンポジションが作成されました。で、それぞれを、ページ1はそのままですね。で、ページ2は、わかりやすいように色を変えて、P2 と同じく P3 のコンポジションは、こんな感じですね。で、P4。そして P5。P6。
で、最後に P7 ですね。これでそれぞれのページのコンポジションが作成されました。では、これを差し替えていきます。P1 はそのままでいいので、そのままにしておきます。そしてこの P1 の裏面ですね。ここが P2 になりますので、まず P2 のコンポをタイムラインに配置します。で、非表示にします。で、この P1 のページターンのバックページの設定ですね。これを P2 を指定してやります。すると P2 が設定されます。コンポジションですね。ただ裏返ってしまっているので、これはコンポジションの方で、スケールですね。これを横幅をマイナスにし、反転した状態でコンポジションを作成してやります。すると、めくったときに P2 が表示されるようになります。こんな感じですね。そして次に P3。これは、この P3 のレイヤーを選択した状態で、プロジェクトパネルの P3 のコンポを選択し、コントロールオルトスラッシュで差し替えます。こんな感じですね。そして、この P3 の裏側に P4 を設定しますので、P4 を配置し、非表示にして、P3 のページターンのバックページを P4 に設定。で、これも裏返っているので、P4 のコンポジション内をスケール、横幅をマイナスに設定し、反転。こんな感じですね。で、次に P5。プロジェクトパネル内で P5 を選択し、レイヤーを選択して、コントロールオルトスラッシュで差し替え。で、P6 を配置して非表示。で、P5 の CC ページターンのバックページを P6 に設定。で、P6 は反転した状態で作成。マイナスですね。横幅、スケール。そして最後に P7 を差し替え。コントロールとスラッシュ。すると、こんな感じで P1 から7までのページアニメーションを作ることができます。そして次にライトを配置して、少し立体感を出していきます。新規。カメラをまず配置します。そして、新規。ライトを作成します。で、ポイントに指定し、OK と。で、まず、ポジションですね。マイナス1000ぐらいにしてから、で、強度100。そして、このシャドウ落とすをオンにしてやります。で、シャドウの暗さも20ぐらいですかね。で、拡散は200。と設定しておきます。まずこのライトはシャドウ落とすをオンにしてやることがまず第一です。で、次に下から行きましょう。一番下の背景ですね。こちらの 3D レイヤーのマテリアルオプションを開きます。で、シャドウを受けるオン、ライトを受けるオンですね。これはそのままで OK です。で、立体感を出すために、この背景の位置ですね。Z 軸の位置を少し奥に持っていってやります。50。で、その分、スケールで大きくしておきます。で、次に、ページ1。で、マテリアルオプションの設定から、シャドウ落とすをオンに設定。すると、影が落ちます。今これは、ライトから光を当てて、この平面と背景ですね、に隙間があるので影が落ちています。で、シャドウを受けるオン、ライトを受けるもオン。で、同じように他のレイヤーにもマテリアルオプションを設定してやります。同じ設定ですので、コントロール C でコピーし、
それぞれのページにコントロール V で貼り付けます。すると、同じようにシャドウを落とす、シャドウを受ける、ライトを受ける設定が適用されています。こうすることで、影が落ちて、立体感のある表現になります。少し処理は重くなってきますね。こんな感じですね。で、この影の落ち方はライトの位置や高度を調節してやることで、変化を加えてやることができます。こんな感じですね。これで基本的な設定は全てできましたので、あとはそれぞれのページの素材を入れ替えていきます。ちょっとコンポのフォルダを作ってまとめます。で、写真素材なんかを読み込んで、それぞれのページに入れていきます。P1、P2、で、P2 はスケールを横幅マイナスですね、にして反転にした状態で設定します。で、P3。P4 ですね。P4 も反転ですね。横幅マイナス。そして P5。で、P6 も反転ですね。マイナス100。で、P7。こんな感じで、それぞれのページのコンポジションに素材を入れることで、こんな感じの本のアニメーションが完成します。こんな感じで、標準の CC ページターンを使って、本のページめくりアニメーションを作っていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。